残りはいつ払うんだよ。来週には必ず。もう勘弁してください。兄貴。あすみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。あんたら。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろや。殺すんですか？何？堂島組っていや回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。な、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。金は払わないって言ってんだ。ならやるしかねえだろうがよ。すみません。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやつさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく薩の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は
後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。おう、何やってん俺。おうおう、お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むかボケ。何もんやお前。見とったで、キリュウちゃん。兄貴、キリュウってそや堂島の竜桐生一馬ちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこのアホどないしようか。すんません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いなキルちゃん、甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。はあ、なんや、その辺でお前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。へい。はい、覚えておきます。でもでもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええやろ、いっちやっとるか。いいえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねよっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくんけ。これで気は済みましたか。その強がりどこまで続くかの。アホくさ。筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとね。何？でも
もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか？よその時になってみないと。っしゃー！ほなどないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたなキリュウちゃん、楽しみにしとってや。ワクワクするで。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは？今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ？来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね。気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎうまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカサマやって課題から金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このままいったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ。二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、
最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん弓に似合いそうなピンクダイヤのネックレス。なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。桐生ちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの。さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても気持ちがこもってれば何でもいいのよ。いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、なんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが。今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？ああ、誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか？はい、承りました。ゆみちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとみんなありがとう。ほらユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ？本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。実は俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。私の名前が彫ってある。余計だったか。そんなことない。ありがとう。大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐゆみちゃんの誕生日じゃない？え、そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。え、どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。
ごめんね。気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？え？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ。別にいいけどさ。おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へえ。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには言ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。真司です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。弓か。なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじきもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった。すぐに行く。おい、どうした？堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくねえ。俺行ってきます。よせ。え？ここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺の。だから今俺が行かねえと。カズマ。弓、錦。錦。堂島組長。桐生組長が弓を無理やり。だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって。
何発も何発も。弓おい、しっかりしろ。やっちまった。東上界の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。行け錦、弓を頼む。桐生は。行け。動くな。ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかはないですよ。奴はこれから組元って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか、そりゃ。分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、シンジ。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東上会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやっさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやっさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で急に病院から姿を。すいません、風間のおやっさんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間のおやっさんが。聞こえんのか。シンジ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。ああ、そこ何やってるか。なんだよ、
離せこの野郎。うるさい。来い。やれやがって。たく物騒でいけねえな。おっとこちらさんも物騒な面してら。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。さっさと来い。さっさと来い。誰の命令だ。世良会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと。何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしたわけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったくこれから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭も頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんすか。さあ見てねえが奴がどうかしたか。いやせめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶化持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうがボケ。クソの役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。そんな嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺がユミを助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったのねえ。錦山君助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。俺が役立たずだって言いたいのか。いやそんなお前までそんなこと言うのか。
食事始め。囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさ。で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西5代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25000死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのかよ、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、3代目会長、10年、お前のいない10年で登場会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。おめえ何してんだ？店に何か用があるんですかね？オーナーの和樹に用があるんだ。
なんとどこの組のやつだ？島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ？俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んでやがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだ。なめんなよこれ。ヤクザって言え何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるせえ。俺はこの店命がけで守るんだ。やってやるぜ。ゆうや、何やってんだお前。すいません和樹さん、このヤクザが。堂島の桐生さんですか？ああ。失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。そうなんですか？すいませんでした。俺てっきり。いや、俺のミスだ。本当になんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやつさんとはどんな関係なんだ？ええ。ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやっさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何かあったのか？ええ。東上会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ？わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年。今じゃ同じ東上会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おらオーナー出さんかい。すみません桐生さん。これはようやくオーナーさんのお出ましですかい？島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえらみかじめせびりに来たんだろ。いいや、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと？おいこらガキ、今は知らんことクソ言うたんか？言葉が足らなかったぜ。
クソイカだ。なめんなクソガキ。ゆうや。なんやお前は。和樹、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。思い出した。あんた堂島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。チゲさん。田中のおじけ。シンジ。何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか。桐生さん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で3代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上界の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に3代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえいきなり組持てって言っても手駒がいねえだろ。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親さんが。親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、
いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい。俺桐生のためにも頑張ります。親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、桐生は相変わらずごっついやつやったんか？ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ええ。ご機嫌やさかいな。指2本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東上会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々と堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を？頼まれたんや。あんたの元兄弟に。錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦が？はっ、なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示しているらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい。とにかく風間のおやっさんのところへ。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやっさんを呼んできます。
カズマ。おやっさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやっさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやっさん、何があったんすか？登場会は。それに錦はあったのか、あいつに。いえ。あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓をなくしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやっさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやっさん！風間のおじき、てめえ、お前桐生あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。島野。お前ら絶対に生きて返すんやないで。やろう。おとなしゅう往生せえや桐生。カズマ、逃げろ。カズマ、弓を100億を頼む。行け。
いこら覚悟しろや。せいやせいや待て。ここは通さへんで。ここがお前の墓場や。さっさと来い。さっさと来い。おのれ。松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とだべってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の核ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。
た今広域指定暴力団東上会3代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、桐生。伊達さん。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億とユミ、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？4か？あんた丸棒に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家降ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。桐生、俺は今3代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には。東上会の100億が消え、3代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな。分かった。お前何か手がかりはあんのか？いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。いらっしゃい。久しぶりだな、レイナ。桐生ちゃん。そうだったの、風間さんが。でも桐生ちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやっさんは俺に言った。ユミを頼むってな。あいつのこと何か知らないか？あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、桐生ちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女沢村由美の妹ですって言ったわ。ユミに妹が？でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女由美ちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。
ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ桐生ちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。残酷だな。もう早くとどめ刺しちゃえ。やめてよ。よっちゃん、おい、大丈夫かよ。何あんた。俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんなんだよあのおっさん。そろそろ行くぞ。でもこの子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ？わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前家がないのか？孤児院。黙って出てきた。お前孤児院にいたのか？じゃあお前。お前じゃない。ん？私ははるか。お前じゃない。おじさんは？ああ。
桐生一馬だ。ねえお願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよおじさん。やっぱりお腹減ってたんだこの子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん、本当に母親はこの町にいるのか？多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんとユミお姉ちゃんだけだから。ユミ？うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナには行けたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまってたというわけだ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうだ。そうか。桐生、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだ。分かった。レーナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。そう、ショックだったろうね。そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか？うん。おじさん。あら、ここは？私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるかさっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん孤児院に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。お前ひまわりにいたのか？うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？そうか。ねえ、おじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。ここだよ、おじさん。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。ああ。
驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。はるか、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。ならどうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか？元堂島組のお初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万ね。噂はよう聞いてますぜ。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか？俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってますぜ。どうぞ金銭と取っておくんなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ。そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその後渡したってな。渡すと思うか？ほなぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男こんなところで殺しとうないんすわ。あんたずいぶん気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすが桐生さんでんな。ほなしゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。来い。おじさん、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。
いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かんならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？組長さん。松重。何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ、松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。ああ。初めからそうやって頭下げりゃよかったんだ。ねえ。ほんじゃこれからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあユミの妹ってのがアレスの水木で、おそらくは100億の共犯。そして遥はその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東上界のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。桐生、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ。例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか？サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だが
そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。たださ、はるかのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。うっせえろ。こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はいはい、ええ、そうです。わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、桐生さん。もう身元が追われたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋。何の情報が欲しい？登場界の100億、それにユミと水木って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おいおい、10年前堂島の竜って言や相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場界敵に回して何しでかすか実のところ興味津々なんだ。それじゃあだがただで情報をやったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道を思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは？ 3人勝ち抜けば賞金が出る。
そいつを手に入れられればそいつを情報量としてもらおうじゃねえか。レディース&ジェントルメン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前堂島の竜と恐れられ自分の組長をその手にかけた仁義なき極道桐生一馬。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ時間無制限、ルールなし。You must die. さすが桐生一馬、極道の喧嘩殺法炸裂。さあ続いての挑戦者はムエタイミドル級元王者ガオワイヤン・ブラム。桐生一馬の初防衛戦、どんなファイトになるのでしょうか。今ゴングです。お前殺すよ。飛び入りの桐生、快進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオンゲリー・バスター・ホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、桐生さん。即死と副上司、お好みは？その日本語意味分かって使ってんのか？無敵の極道対無敗の地下王者、注目の一戦、今ゴングです。すぐ終わらすね。まさに喧嘩最強、極道の勝利。無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。東上界の100億とユミと水木って女の話だったな。東上界三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえ。
かもしれんな。だが今の東上界は群雄割拠だ。三代目は死に、跡目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が4代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、人情が効いて呆れるぜ。100億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名のタレコミがあったらしい。何？東上界で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス締めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本ボシってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで水木の娘遥か。なんだって？東上界は水木の娘を探している。遥か今俺と一緒にいるんだ。遥か、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。それが由美か水木ってことは。さあな。女の顔は見たが、俺にはそれが由美って女か水木って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ。そうか、分かった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？こいつは。驚いていいぜ。ここが賽の河原の本当の姿だ。5年前、警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ？奴の行動をたどってみるか。奴の写ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？ボス、トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。桐生、伊達がやばいぞ。おい、伊達さん。すまねえ、遥かが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。電車は引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、桐生。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。
あんたがサイの花屋。久しぶりですね、伊達さん。桐生、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ。この情報量はつけにしといてやる。あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。その後は知らねえが、こんなとこで会うとはな。桐生、遥かさらったのは真島組の奴らだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。久しぶりやの。桐生ちゃん、わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える本物の命張った喧嘩ができるなあ。桐生ちゃんならわかるやろなあ。おり笑いどころやないか。笑いやこれボケ。やめろ。ああ、遥かを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおるわ。言うたやろ桐生ちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか？本気も本気、大マジやなあ。もうこれ以上じらすなや桐生ちゃん。行くで。勝負や。楽しもうやないか。やっぱりごついでお前は。それでこそ桐生ちゃん。いやまだまだ行くで。勝負はついた。遥かを返せ。アホ。死ねや桐生。親父、なんで？桐生ちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。真島。親父！親父！おい救急車だ。早くしろや。おじさん。
はるか。怖かった怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、はるか。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん。縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリ？いや。お礼を言ったら、ペンダントは持ってるかって。何のことだ？これ、弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ。お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう。はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげて。ね。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？大事に持ってなさいって、これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん、顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。でもその人、桐生のおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？何者なんだ、一体。さあな。一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。おい待てこら！おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ！3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが！俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや！何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ！バカ野郎！てめえ、恩をあだで返す気か？すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも詰めて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ？すいません、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 すいません。
風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます。ありがとうございます。桐生ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき。聞いたで。踊れの子分に手空いとるようやの錦山。せっかく風間のおやっさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やる親やったら、そんな連中選ぶはずないやろが。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶるええで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どこ目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。
お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。おい桐生、こいつを見てくれ。これは今朝東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これはどうした？この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。おう。こいつは二代目歌彫りの仕事だ。この彫り師は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその彫り師が？ああ、俺の背中も彫ってくれた。占領通りとピンク通りの間の龍神会館にいるはずだ。写真の女が水木ならはるかには酷だ。あいつには伏せておく。ああ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で世良の葬式であの大暴れか。どうした？炭でも入れ直しに来たのか？いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねえって花だ。実はこの入れ墨、俺が彫ったって言いてえのか？確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は彫った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると？情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか？なんだと？お前と差しで話がしたい。明日夜の10時、セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は恋を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と？甲が泳ぐ恋は山脈を経てやがて龍門に入る。龍門を登りきった恋は龍に生まれ変わるんだ。奴は龍門を登りきろうとしている。最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。錦山がここに？ああ。遥は登場界に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、
さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのに、なんで連れて行ってくれないの？私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、桐生はな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。はるかはどこだ？桐生さんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ？お入りになればわかりますよ。お待ちしてました、桐生さん。はるかは無事なんだろうな。はるか！くそ！和樹たちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばはるかを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。はるか、すまない。伊達さん、無事か？いや、はるかが。くそ、浅井が腕を撃たれた。
お前らどこの組織のもんだ？極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる？おい、答えろ！俺たちははるか、大丈夫か？出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろおじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね、私が勝手なことばかりするから。はるか、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか？うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、はるか。桐生さん。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない。こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか？そんなことを言わないでください。そうですよ。俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か？ああ。嫌われちまったかな？なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に切る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐生、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か？そうだな。邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心。どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい？私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。桐生、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、はるかを頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。レーナ、お前なんでここに？これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、
錦。久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません。この女、結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？親父！待ってください！ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ！親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。はるかのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな、それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。桐生、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれははるかにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔っからな。お前、俺のことを憎んでいるのか？わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間のおやっさんを撃ったのは？なあ、さすがにあん時は手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ？おやっさんに世話になった恩はねえのか？まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だがはるかを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの？ねえ、なんで？親父、
手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。お久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！失礼しますよ、組長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか。恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか？
野郎、どこに行きやがった。日吉先生でしたら、私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。なんだ？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた！はるか？桐生だってさ、はるかは？すまん。奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ？はるかはどうした？ほんの1時間くらい前だ。はるか、何してるんだ？私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私桐生のおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、桐生。奴らギャングの連中だ。はるかをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。はるかさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。分からねえんだ。ならしらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。はるかの居場所がわかるかもしれん。分かった。なんだてめえは。はるかはどこだ？あ？おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら！やんのかこれ！ふざけんな、親父！やろう、なめやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ！来い！
ルカをどうした？どこにやった？知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ？赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場にデボラっていうクラブが、そこが奴らのたまります。桐生だ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。桐生、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。てめえ、こんなことしてタダで済むと思ってんのか？遥を返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴、面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。てめえ、こんなことして死んだも同じだぞ。遥はどこにあった？知らねえよ、そんなもん。待って。どこだ？遥はどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？ジャガのガロンです。子供はジェカ街のラウさんのところに。ラウカーロン。ラウさん、先ほどの祝杯に薬を入れました。桐生さん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。桐生さんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。
やさおやさ遅くなったなカズマ。おやさ足が。何？お前のためなら足の1本や2本。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴がはるかを。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。30？ じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なら紹介するわ。これが5代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それは錦山のガキや。まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅうんじゃ。ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、はるかは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、はるかが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、はるかはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか？悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよ桐生。お客様、お一人様でしょうか？ラウカーロンに伝えろ。桐生一馬が会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。お客様。
許さない。そろそろ来ると思ってたよ。桐生一馬。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？
どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。まだまだ。やつだけにするよ。邪魔じゃ。まだまだ。邪魔じゃ。おじさん、ごめんね、ごめんね。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ。あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん、お前、ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私、本当はおじさんと一緒にいたかった。だけど、これ以上、おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。やばいだろうな。だがもう遅え。逃げるぞ、桐生。はあ、やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか？ああ、これ覚えてるか？はるかをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA？ ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億やはるかとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。
ラウカーロンが気になることを言っていた。はるかには100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれは水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだなあ。はるか、俺はユミを、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。なんだ、いるんじゃねえか。おう、組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金使わせてもらうぜ。おいこら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえいい加減にしとけよ。返事もできねえのか。あのな、おめえはどこまでヘタレなんだよ。たく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。ま、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリは誰がヘタレだって？誰が桐生よりも根性がないんだって？メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。一人殺すも二人殺すも同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ桐生、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。
おう、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、桐生。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛てに電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ。それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。ユミは失踪中。遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ桐生。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくれ。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀市の、そう歌堀。分かった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。桐生、お前がここに来る前、遥を探してほしいって女が来た。この話覚えてるか？ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レーナ。兄貴。シンジか。お前どうした？レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ。すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。俺だ。今どこだ？雑居ビル跡です。サイの河原近く。バッティングセンターの裏。分かった。すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな。シンジ！
嘘だ。抵抗しても無駄や。待て。兄貴、桐生さん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。
お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか？お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ？うるせえ！俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。撃ちたきゃ撃てよ。シンジは撃てて俺は撃てねえのか？何ちんたらやってんだバカ野郎。レイナ、さっさと弾いて終わらせろや。蜂の巣にしてやる。じゃねえか。兄貴、すいません。最後まで。シンジ、風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。分かった。アケミタだ。兄貴、これを。シンジ、お前シンジ、シンジ残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。明美？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、
そうでもねえ。あ？錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、おじさんは行ったことあるの？まあ、いや、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。ここか、桃源郷。お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。シンジから聞いてないか？桐生、あなたが？ああ。それじゃあしんちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。埠頭に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。ん？しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせるや。よう、キルちゃん探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか？助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どや、俺の女にならんか？どやねん。
嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。真島、やめろ。そうか、正直な子や。それでほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直者が好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの。キルちゃんよ。ケリー、ほんまかついわ。お前があの女が明美か。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ？芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと？なんで奴らが風間を？分からんが、真治が命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。桐生、MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだよ。行くんだろ桐生、芝浦に。ああ。あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人。ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、はるか。五代目近江連合寺田と申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを？桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。
よく来たな、カズマ。おやっさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東上会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。なあカズマ、これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。由美は水木なんだ。お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです？水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ遥の母親っていうのは由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや遥の父親は神宮恭平だ。神宮、MIA の。9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのは遥。横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体を覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。ん？雷。どうした？わからないけど。俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には由美の存在を知らせず彼女の世話をすることにしたんだ。でも由美はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあってよく東上会に出入りしていた。その時偶然由美に出会ったんだ。神宮と会長が？政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は由美に出会い恋をした。そして記憶を失っていた由美は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると由美の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして由美は神宮の子を産んだ。それが遥だ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時籍を入れてなかった由美は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。セラ、手貸してくれ。まずいことになった。
なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は？いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で神宮のスキャンダル、弓と遥の件でゆすろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。もう二度とこんなことがないようにするためにあと2人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。神宮。いや、何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、弓はその時全ての記憶を取り戻したんだよ。弓と遥を神宮、なんて野郎だ。俺は世良を説得し、弓と遥を神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ。俺と世良は遥をひまわりに入れ、弓を水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇い弓の顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でもおやさん、なんで弓は登場界の100億を盗んだんですか。あれは登場界の金じゃない。神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中がここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。いたぞ桐生だ。
桐生さん。大丈夫、おじさん。ああ、少しヒヤッとしたがな。やっと会えたな、桐生。それと風間こそこそしやがってすまぬ。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんなん裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらってくで。お前らはここでしまいやけどな。島野よ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ、なんや。親父。遅えぞ柏木。へへ、もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。桐生、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそなんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の雨降らしたるわ。これまでだ、島野。
はるか、おやっさん。風間さん。カズマ、おやっさん。はるかは無事だぜ。風間のおじさん。おやっさん。100億の話を。寺田さん、救急車。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。100億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ。カズマ、弓が危ねえ。アレス。アレスに弓か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい。確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東上界の三代目。逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東上界の未来がそこにある。はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親殺した子供のための施設。いいんだ。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の親父でした。あそこにお母さんが。そうだ。やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。弓お姉ちゃんって呼ぶのか。お母さんでいいんだ、はるか。おじさん。ケリュウ、あんたやら東上界の4代目から直々の褒美が出る。4代目？金持ちも女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんせ殺しのお墨付きだ。次期会長錦山さんのな。はるか、心配するな。何があってもお前を守る。必ず弓に合わせてやる。
信じてくれるな。やっつけておじさん。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。いたぞ、ここまでだ。こいつは神宮。誰だ？須藤。隠れてろ、はるか。
こそこそしねえで出てきやがれ。急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前。時間がないです、早く。須藤、お前こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。あの100億は神宮の金だったんです。そりゃ分かってる。ですが私にはもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。東上会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。私たちも自分の目で確かめに行きましょう。ユミ。カズマ。はるか。はるか。うん、分かってる。
さん。お母さんなんだよね。はるか、ごめんね。辛い思いさせてごめんね。お母さん。私ね、お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだっていうことができなかったの。いいよ、お母さん、分かってるから。私嬉しいよ。おじさん。よかったな、はるか。おかえりなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。なんだ。きっと彼が来たのよ。奪われたものを取り返しに。久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が神宮。こうして会うのは初めてだね、桐生一馬君。初めましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？はるか！カズマ！おじさん！神宮、お前。バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いやこの国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かるというんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためと言って全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ユミ！あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの？随分な言いようじゃないか。でももうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺だ。これで力は五分五分や。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことやお前ら。あなたまさか。そうだよ。私は東上界から近江連合にくら替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。東上界を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の5代目に踊らされていただけなんだからな。もう1年前から話は進んでいたんだよ。5代目と私の間でね。私は世良が私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求めずっと私を支援してきてくれたが、
結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと？ああ、そうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私はセラ、いや登場会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った？そうだ。私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この2つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は？ああ、近江へと渡る。私としては登場会も潰れてくれてまさに一石二鳥というわけだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか？そうだよ。彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取りつかれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。シング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。何ユミ。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあると言うんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら、何を言ってるんだ。カズマ、はるかをこっちに。これでユミとハルカには手出しできねえな、神宮。なあ神宮、セラ会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな。何を根拠にそんなことを。風間さん、頼みます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。跡目は風間さんが決めてください。登場会を、極道の未来を託せる男を。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやつさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラめ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そ
そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばなあ。だがそうはさせねえ。俺は風間のおやつさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は東上界4代目桐生一馬だ。さすが一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。無理をするな。もう息も絶え絶えではないか。藤川桐生、伊達さん、神宮恭平、今4課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆。お前はもう終わりだ。証拠は何もない。当たりだ。やめろ。ダメだ。伊達さん、ここじゃ町に墜落する。くそ。伊達さん、こうなった以上全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。出ますしろ。はっ。甘い。
錦山君。終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦。なんだそりゃ。爆弾か？ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ。100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな。当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても登場界の跡目になる。なあ錦、そりゃ無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え？どういうこと？言ったろ桐生。俺は10年前お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってて。ああそうだ。俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ桐生。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるために
どんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレーナだったっていうのか。そうだ。俺は100億を手に入れ登場界を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何？そんなことして何になるの？そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの？カズマや遥かのように。うるさい！どうしてお前は俺を認めてくれないんだ！錦、なんだ？俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。もっと来いよ！なんだそのパンチは！桐生、行こうぜ！錦！カズマ！
ユミ、これは。ごめんね。私あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後もこうしてあなたのことを。私弱い女だった。記憶を失ってからも本当はあなたのことだけはうっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でもあなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。全てを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、はるかは何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だからはるかとお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。はるか、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。お金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、桐生、はるか、はるか。ユミ、お母さん。ユミ、ユミ、しっかりしろ。大丈夫か。お母さん。やっと見つけた。私の金だ。どうした。何もできまい。お前らはこれで終わりだ。錦、こんなやつに好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦、錦。
ユミ、しっかりしろ。お母さん。ごめんねはるか。やっとお母さんって言ってもらえたのに。ユミ、10年前、いやそれよりずっと前から言えなくてすまなかった。好きだった、お前のことが。カズマ、これあなたが持っていてくれたの。シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。ありがとうね。私結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山君からも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにってこの入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいからもう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。お母さん。はるか、いい？はるかはどんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから。いい？絶対に逃げちゃダメ。動くな！そのまま手を挙げろ！桐生一馬だな。おい、やめろ。しかし事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。桐生、お前は悪くねえ。だがこの山で逮捕されたらもうシャバに出れん。俺についてこい。もういいんだ、伊達さん。弓も錦も風間のおやっさんももうみんないない。だから一思いに逮捕してくれ。ふざけるな！お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。そうだ、お前が無所に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか？伊達さん、会長、待ってください。来やがったな。おい桐生、こっちだ。じゃあお前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。
ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で5代目は誰にしたんだ？まあ世良会長やおやつさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。誰なんだ？まあ意外なやつだよ。おい元会長、つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが5代目なのか？ああ、奴ならきっちり登場会を立て直すさ。じゃあ行くぜ。ああ、もう戻ってこないのか？さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか。だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらく鞘と暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。ああ、もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ、あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ。すまない、またしまったな。ううん、この子と遊んでたから。私もう行かなくちゃ。元気でね。連れてくか？ううん、ここにいればこの子はお母さんと会えるかもしれないから。あ、お母さん。ごめんね、ゆうちゃん、遅くなっちゃった。ねえねえお母さん。サンタさん、今年も来てくれるかな？そうね、ゆうちゃんがいい子にしてたらきっと来てくれるわ。じゃあ私いい子にする。毎晩お母さんの肩叩いてあげるから。あら、ほんと嬉しいわ。それじゃ早くお家に帰ってサンタさんを迎える準備しないとね。おじさん、帰ろう。ねえ、おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。信じてたんだ。悪かったな。